高級以上。謎は薬草園に咲く紀元前246年、中国統一の覇者となる秦の都、漢陽宮、若き王、清の治世が始まろうとしていた頃、後宮では様々な陰謀がうごめいていた。太閤、長期と上昇、呂不韋による権力闘争、一国との緊張関係、そして燕の威信たちによる反乱の気配。そんな中、一人の女官が宮中の薬草園管理人として仕えることとなる。名は明勇。弱いはたち、辺境の医者の娘として育った彼女はまだ知らない。自身もまた歴史を動かす大きな策謀の一部として選ばれた存在だということ。ある朝、薬草園で発見された不審な死体。それは後に秦の運命を左右する重大な陰謀の序章となっていく。若き女官の眼差しが照らし出す美しくも残酷な高級の物語が今始まる。第一章、薬園の蜜寺。早朝の涼やかな空気の中、明勇は黒い髪を後ろで束ね、生薬の効能を記した竹簡を手に取った。20歳になったばかりの彼女は宮中で最も若い薬草管理人である。辺境の医者の娘として育った経験を買われ、大きな薬草園の管理を任されていた。明勇様、新しい朝露白紙が育ちましたよ。見習いの小宮女が駆け寄ってきた。明勇は微笑んでうなずき、白紙の終わった区画へと足を向ける。しかしその途中で彼女の足は突然止まった。生い茂った暴風の葉の枯れに紫色の布が覗いているのが見えたのだ。誰かいらっしゃいますか？返事はない。明勇は慎重に近づき、葉をかき分けた。次の瞬間、彼女は息を飲んだ。そこには男性の死体が横たわっていた。紫の重複は宮中の高官のものだ。顔は青ざめ、口元には白い泡を吹いている。毒死の兆候であった。すぐに生薬霊様をお呼びして小宮女を走らせながら、明勇は死体に近づいた。医者の娘として育った経験から、彼女には死の兆候を読み取る目があった。死後まだ数時間、体は冷たいが完全な硬直は始まっていない。ほどなくして生薬霊の置いた姿が現れた。白髪混じりのひげを震わせながら彼は死体を見つめた。これは王筆ではないか。明勇は息を飲んだ。王筆は若き秦王、清の側近の一人であり、後宮への出入りを管理する重要な位置にいた人物だった。毒味の痕跡を確認いたしましょう。明勇は死体の状態を詳しく調べ始めた。口の周りの痙攣の跡、爪の変色、すべてが見慣れない毒物の症状を示していた。そして死体の袖から見覚えのない草の葉が一枚落ちた。この草、宮中の薬草園にはないものです。生薬霊は明勇の言葉に深くうなずいた。よく見つけた。だがこれは重大な事態じゃ。すぐに呂相国に報告せねば。その時、あでやかな絹ずれの音が聞こえた。振り返ると、そこには李妃の姿があった。王の寵愛を一身に受ける美しい皇妃である。まあ大変なことになりましたわね。李妃の声は涼やかだったが、その瞳の奥に何かが潜んでいるように見えた。明勇は直感的にこの事件が単なる暗殺事件ではないと悟った。後宮の深い闇が今まさに動き始めようとしていた。その日の午後、明勇は呂不韋に呼び出された。上昇の執務室で彼女は事件の詳細を報告した。呂不韋は深いため息をつき、側近に目配せした。明勇よ、お前には特別な任務を言いつかる。この事件の真相を密かに探ってほしい。でも私などには、いやお前にしかできない医術の心得があり、後宮の内部事情にも通じている。そして何よりお前には外からの目がある。明勇は黙ってうなずいた。確かに辺境から来た彼女には宮廷の慣習に縛られない視点があった。そして何より真相を知りたいという思いが強かった。夕暮れ時、明勇は薬草園に戻った。夕日に照らされた草花たちがまるで血に染まったように見える。彼女は死体が発見された場所に立ち、周囲を見渡した。そこに王筆が来たのは誰かと会うためだったのか、それとも何かを探していたのか。不審な草の葉の正体は、そして李妃の態度の意味するものは、明勇の心の中で次々と疑問が湧き上がった。彼女はまだ知らなかった。この事件が若き秦王と皇后をめぐる途方もない陰謀の始まりに過ぎないこと。続く夜の帳の中で、秦の宮廷ではまた新たな密議が交わされていた。長期の居室では側近たちが厳かな顔つきで何かを語り合っている。そして李妃の部屋では誰かが密かに薬草の包みを手渡していた。すべてはまだ始まったばかりだった。翌朝、明勇は早くから動き始めていた。死体が発見された場所の周辺をもう一度詳しく調べる必要があったからだ。王筆が最後に目撃されたのは昨日の胃の時午後8時頃だったそうです。そばから生薬霊の声が聞こえた。明勇は手元の地図に死体発見場所と周辺の建物の位置関係を書き込んでいた。胃の時、
その時刻であれば後宮の門はすでに閉ざされていたはず。そうだ、つまり王室は誰かと密会の約束があったに違いない。メイユーは思案顔で地図を見つめた。薬草園の周囲には李妃の居室、宮女たちの詰め所、そして長期の神殿がある。長期は夏季王姓の実母であり、事実上の権力者だ。生薬レイ様、王筆の遺体から見つかった草の鑑定は、ああ、珍しい毒草だ。辺境の製法でしか取れぬものらしい。その時二人の会話は突然の物音で中断された。振り返ると一人の宮女が立っていた。メイユーはその顔を見てハッとした。長期付きの次女である官玉だった。失礼いたします。長期様がメイユー様をお呼びです。メイユーは一瞬戸惑いを見せた。だがすぐに平静を装ってうなずいた。長期の神殿は後宮の中でも最も荘厳な建物の一つだった。玉座に座る長期は40代半ばながらなお美しさを保っていた。その傍らには李妃の姿もあった。メイユーよ、昨日の出来事について詳しく聞かせてほしい。長期の声は優しかったがどこか威圧的なものを感じさせた。メイユーは経緯を説明し始めたが途中で李妃が口を挟んだ。私、気になることがございます。あの薬草園で育てている植物の中に毒になりうるものはありますの？メイユーは即座に否定した。私の管理する園では毒草は一切扱っておりません。本当かしら？李妃の目が細められた。辺境の医術を知る者なら毒も扱えるはずでは。その言葉にメイユーは背筋が寒くなるのを感じた。自分が疑われているのだろうか。しかし長期が手を挙げ李妃の追及を制した。メイユー、お前の潔白は信じよう。むしろお前の知識を貸してほしい。この事件の真相を究明するため私から特別な許可を与える。後宮のどこへでも自由に立ち入ってよい。メイユーは深々と頭を下げた。だがその仕草の中にある決意が秘められていた。この二人の高貴な女性たちのどちらの言葉を信じればよいのか。そして彼女たちは本当に真相を望んでいるのだろうか。神殿を出た後メイユーは中庭で足を止めた。夜になれば若き王聖が李妃の寝床を訪れるという。王は側近を失った悲しみの中で一体何を思うのだろう。そしてその傍らで李妃は何をささやくのか。空には薄墨色の雲が流れていた。それはこれから起こる出来事の予兆のように見えた。メイユーは深い息を吐き次の行動を決意した。まずは王室の居室を調べねばならない。そこには彼が命を落とすことになった何かの手がかりがあるはずだった。第二章皇后の影。王室の居室は宮廷の西側官僚たちの住居区画にあった。メイユーは長期から与えられた特別な許可の札を示し静かに中へと足を踏み入れた。部屋の中は驚くほど整然としていた。書類は丁寧に重ねられ筆と硯も定位置に置かれている。死の直前まで王室は日常の執務をしていたように見える。誰も手を触れていないとは思えませんがメイユーの背後で突然声がした。振り返るとそこには呂不韋の側近である半剣が立っていた。痩せた体つきの中年男性で鋭い目つきをしている。半大臣、確かにその通りです。誰かがすでに何かを持ち去ったのかもしれない。賢明な考えだ。半剣は薄く笑った。実は王室は最近私にある相談をしていた。後宮の中で不審な取引が行われているというのだ。メイユーは息を飲んだ。取引とは薬の取引さ。それも通常の医薬ではない。もっと特別なものだ。その時廊下に足音が響いた。二人は会話を中断しすぐさま書類の調査に戻った。メイユーは文書の束の中から一枚の保護を見つけた。そこには走り書きで祭地首相人月末という文字が記されていた。祭地、それは辺境との交易市場です。メイユーはつぶやいた。夕方になってメイユーは李妃の次女春蘭と言葉を交わす機会があった。春蘭は普段からメイユーに好意的で時々宮廷の噂を教えてくれる。王様が新しい日を迎えるとの噂ですわ。春蘭は声を潜めて話した。義の公女だとか。李妃様は最近お悩みのご様子。その情報はメイユーの心に新たな疑問を投げかけた。李妃は自身の地位を守るため何か行動を起こしているのだろうか。夜が更けてメイユーは自室で整理した情報を見つめていた。王室の死、不審な薬の取引、そして後宮の権力争い。これらはどこかでつながっているはずだ。突然廊下に人影が現れた。メイユーは素早く明かりを消し息を潜めた。影は彼女の部屋の前を通り過ぎ薬草園の方へと消えていく。官玉、長期付きの次女の後ろ姿をメイユーは確かに認識した。彼女は密かに官玉の碁を追った。薬草園に入った官玉は何かを探すように株の間を縫っていく。そして
ある場所で立ち止まると、地面を掘り始めた。メイユーは身を隠しながらその様子を見守った。官玉が掘り出したのは小さな包みだった。月明かりの下、包みの中身が光った。それは瑠璃のような小瓶である。その時、別の気配が感じられた。メイユーが振り返ると、リヒの影が月光に浮かび上がっていた。あら、メイユーさん、こんな夜更けに何をしているの？リヒの声には普段の優雅さが感じられない。その瞳は冷たい光を放っていた。メイユーは直感的に悟った。今夜、高級の闇は新たな局面を迎えようとしている。そして彼女はその渦中へと引きずり込まれようとしていた。廊下の向こうでは官玉の足音が遠ざかっていく。彼女が運び去った小瓶の中には一体何が？メイユーさん、私たちで少し話をしましょう。リヒの声はもはや命令だった。メイユーは静かにうなずき、リヒの後に続いた。宮廷の夜はまだ明けそうにない。リヒの居室は漂う香の香りと至る所に飾られた美しい調度品が特徴的だった。メイユーは差し出された座布団に腰を下ろし、リヒの次の言葉を待った。メイユーさん、あなたはまだ若いけれど、懸命ね。リヒは優雅に茶を入れながら続けた。だからこそわかるでしょう。この宮廷で生き残るには時として特別な手段が必要だということ。メイユーは黙って茶を受け取った。リヒの言葉の裏には明らかな脅しが含まれている。王様は新しい日を迎えようとしています。リヒの声がわずかに震えた。義の公女はまだ16。私とは比べ物にならない若さです。そのことと官玉の行動には何か関係が？メイユーの率直な質問にリヒは小さく笑った。あの薬は決して毒ではありません。ただ人の心を少し操るだけのものです。その時、廊下に慌ただしい足音が響いた。侍女の春蘭が青ざめた顔で駆け込んできた。大変です。長貴様が突然の胸痛を訴えられ、リヒの顔から血の気が引いた。メイユーは即座に立ち上がり、私も同行させてくださいと告げた。医術の心得がある自分には何かできるかもしれない。長貴の神殿はすでに大騒ぎになっていた。G が薬を調合する中、メイユーは長貴の容体を観察した。症状は見覚えのあるものだった。これはメイユーは官玉が埋めていた小瓶のことを思い出していた。まさかその薬が。その時、呂不韋が姿を現した。上昇の威厳に満ちた声が部屋中に響く。陛下に知らせはまだです。側近が答える。陛下ハリヒ様の言葉は途中で途切れたが、皆が状況を理解していた。若き王は今夜リヒの寝床にいるはずだった。しかし突然、長貴の発作である。そしてリヒは、メイユーは横目でリヒの表情を盗み見た。取り乱したように見える表情の下に別の感情が潜んでいるような気がした。まるで全てが計算通りとでも言うように。夜が明けても後宮は騒然としていた。長貴の容体は一命を取り留めたものの、リヒの立場は一変した。王は母の看病につきっきりとなり、リヒとの関係は自然と疎遠になっていく。そして数日後、義の公女の迎え入れが延期されたとの知らせが届いた。メイユーは薬草園で新たに届いた製法の薬草を整理しながら考えを巡らせていた。王室の死、官玉の不審な行動、そして長貴の発作、これらの出来事は確実につながっている。だがその糸を手繰り寄せれば寄せるほど見えてくるのは恐ろしい事実だった。後宮の影は彼女の想像以上に深く暗かったのだ。第三章辺境からの死者。薬草園の奥で見つかった死体、その体内から検出された見慣れぬ毒草の謎を追って早一月、メイユーは薬草園の片隅で手元の古い遺書を見つめていた。ページをめくるたびに立ち上る埃が夕日に輝いている。やはりここにもありません。遺書を閉じる音が静かな薬草園に響いた。これで手元の古文書をすべて確認したことになる。宮中の遺書には記されていない毒草。それはメイユーの直感を裏付けるように思えた。この毒草はどこか遠い場所からもたらされたものに違いない。メイユー、急ぎの御用です。突然の声に振り返ると、若い宦官が息を切らせて立っていた。太后様がお呼びです。辺境からの使者が参内されました。メイユーの心臓が高鳴った。辺境からの使者、それは彼女が待ち望んでいた手がかりかもしれない。長貴の居室に案内されたメイユーを待っていたのは、砂ぼこりにまみれた女装の男だった。よく見ると、その腰には創薬を入れる革袋が下がっている。辺境の医者特有の装いだ。これが噂の薬草管理人か。男はメイユーを上から下まで観察するように見つめた。その目にはどこか計算高い色が宿っていた。藩陽から参りました、栄意の離島でございます。自己紹介する男の声にはどこか陰銀無礼な響きがあった。藩陽、それは縁の古地に近い辺境の地である。メイユーは心の中でその地名を刻みつけるように反芻した。離島殿は
辺境の珍しい薬草に関する知識が深いと聞く。長気が静かに口を開いた。その表情からは何も読み取れない。はい。特に近年でハリッ国との交易で珍しい薬草が数多く辺境にもたらされております。李東は得意げに答える。その言葉に名優は思わず身を乗り出した。もしやこれをご存知ではありませんか。名優は懐から布に包まれた毒草の一部を取り出した。死体から検出されたものと同じ種である。李東の表情が一瞬こわばるのを名優は見逃さなかった。なるほど。これは、彼は言葉を濁した。その態度は明らかに不自然だった。お答えください。長気の声が冷たく響く。申し訳ございません。これは確かに辺境でしか見られない毒草です。円の古地に近い山中に自生している希少なものです。李東は観念したように答えた。では、なぜこの毒草が宮中に。名優の問いに、李東は沈黙を保った。その時、部屋の外から物音が聞こえた。参拝いたしました。声の主は呂不韋だった。突然の来訪に、部屋の空気が凍りつく。上昇。よくおいでくださいました。長気の声には、わずかな緊張が混じっていた。呂不韋は李東を一別すると、意味ありげな微笑みを浮かべた。李東殿、辺境の様子をお聞かせ願えますか。特に、円との関係について。その言葉に、李東の顔が蒼白になった。名優は直感的に悟った。この李東の来訪は、単なる偶然ではない。そして死体から検出された毒草も、辺境からの単なる偶然の流入ではないのだ。その後の対話で明らかになった事実は、名優の予感を裏付けるものだった。円の威信たちが、密かに反乱の機会を伺っている。そして彼らは、秦の宮廷内部にも協力者を持っているという。李東の証言は、事件の背景にある巨大な陰謀の一端を示していた。それは単なる高級の権力争いを超えた、国家の存亡に関わる謀略だったのだ。しかし、まだ確信は見えない。なぜ側近が殺されたのか、誰が実行犯なのか、そして最も重要な疑問。若き王の周囲でうごめくこれらの陰謀は、誰の指示によるものなのか。名優は、自分がますます大きな渦の中に巻き込まれていくのを感じていた。薬草園の片隅で発見された一つの死体は、やがて秦の国家の命運を左右する大きな事件の端緒となるのかもしれない。夜が更けていく。宮殿の回廊に、冷たい風が吹き抜けていった。第4章対抗の企み。深夜の薬草園に、月明かりが冷たく差し込んでいた。名優は、李東から得た情報を整理しながら、毒草の栽培区画を見回っていた。円の古地から持ち込まれた毒草。それは単なる暗殺の道具ではなく、より大きな陰謀の一端だったのだ。こんな時刻まで、ご苦労なことです。背後から響いた声に、名優は驚いて振り返った。そこには、李妃が立っていた。若き王の長気である彼女が、こんな時間に薬草園を訪れるとは。李妃様、こんな遅くにどうされましたか。名優、私はもう騙されませんよ。李妃の声には、これまで聞いたことのない冷たさが混じっていた。太后様の企みに、あなたも加担しているのでしょう。その言葉に、名優は思わず息を飲んだ。私には分かっています。太后様は私を、王様から遠ざけようとしている。そして今度は、李妃の声が震えた。李妃様、それは、側近の死も、すべては太后様の計画の一部なのです。その時、第三の声が闇の中から響いた。よく気づきましたね。李妃、長気だった。月明かりに照らされた太后の姿は、どこか異様な威厳を漂わせていた。太后様、李妃は反射的に後ずさりした。李妃、あなたの洞察は鋭い。ですが、真相はあなたの想像とは少し違います。長気は静かに歩み寄った。名優、あなたはなぜ私があなたを薬草園の管理人に抜擢したか、わかりますか。突然の問いに、名優は戸惑った。確かに、辺境の医者の娘である自分が、この重要な役職に就けたのは不自然だった。それは、あなたの父上を、私は存じ上げていました。長気の言葉に、名優の心臓が高鳴った。かつて円の宮廷で腕を振るった名医。範囲の娘であるあなたを、私は必要としていたのです。名優の出自を知る者は、もういないはずだった。父は円の滅亡とともに辺境に逃れ、医者として細々と暮らしていたはずだ。実は、あなたの父上は私の密命を受けていました。円の威信たちの動きを探り、彼らが企てる反乱の証拠を集めること。長気の告白は続いていく。しかし、父は、残念ながら任務の途中で命を落としました。そして私は、あなたを宮中に招き入れることにしたのです。その時、名優の中で何かがつながった。側近の死、李東の来訪、そしてこれらの背後にある大きな陰謀。太后様、まさか、そう。私は円の威信たちの反乱計画を暴き、彼らの宮中での協力者を見つけ出そうとしていたのです。そして、その任務の一端をあなたに託していました。李妃は、
唖然として二人のやりとりを聞いていた。では、私は、あなたは、ただの観察対象でした。長期は、李妃に向き直った。あなたの出自を調べれば、縁の遺族とのつながりは明らかでした。李妃の顔から血の気が引いていく。太后様、私は決して分かっています。あなたは知らされないまま、彼らの手駒として利用されていただけです。もし騙されていたのだとすれば、それは私ではなく、あなたの出自を隠して近づいてきた者たちです。夜風が薬草園を吹き抜けていく。名優は、自分が知らないうちに巻き込まれていた巨大な策謀の全容に、旋律を覚えていた。では、側近の死は、彼は私の計画を察知し、縁の威信たちに警告を送ろうとしていました。それを阻止しようとした者たちによって、あの毒草を使って殺されたのです。長期の表情が厳しく歪んだ。呂不韋は、この事態を予測していたのでしょうか。名優は恐る恐る尋ねた。丞相は、複雑な立場にいます。彼には彼なりの、真の未来への思惑がある。ですが、少なくとも縁の威信たちとのつながりは、私が監視していました。夜が更けていく。薬草園に漂う草木の香りが、どこか切迫感を帯びて名優の鼻をついた。この夜、明らかになった真実は、彼女の想像をはるかに超えるものだった。しかし、これが全てではないはずだ。長期の企みの本当の目的、そして若き王の即位をめぐるさらなる陰謀。名優は、まだ見えない真実の影に思いを巡らせていた。月が雲に隠れ、薬草園は再び闇に包まれていった。第五章新たなお。夜明け前の観葉宮。真優は長姫から受け取った巻物を、震える手で開いていた。そこには、父、藩の筆跡で記された極秘の報告書が並んでいる。燕倉の威信たちの動き、彼らと結託した宮中の陰謀、そして最も衝撃的な事実は夏季王、生の命を狙う暗殺計画の存在。これが、父上の命と引き換えに得られた情報。真優のつぶやきが、静寂の中に溶けていく。突然、長老下に急な足音が響いた。真優、振り返ると、そこには青ざめた表情の名を薬霊が立っていた。大変です。いい日が、何があったのです。いい日が、毒を。真優は直感的に悟った。いい日は自害を図ったのだ。いい日の居室に駆けつけた時、そこにはすでに長姫と呂不韋の姿があった。床には吐血の跡。しかし、いい日の姿はない。間に合いました。長姫が静かに告げる。いい日は、隠し部屋で療養させています。彼女の死は必要なのです。呂不韋の言葉に、真優は理解した。これもまた、計画の一部なのだ。いい日の死は、燕倉の威信たちへの最後の合図となる。長姫が説明を続ける。彼らは必ず動きます。そして、その時こそが、若き王の即位の機会となる。呂不韋が言葉を継いだ。真優の頭の中で、すべての糸がつながっていく。側近の死、いいの来訪、いい日の死、これらはすべて、若き王、生の即位に向けた綿密な計画の一部だったのだ。ですが、なぜここまでの策を。旗の統一には、強い指導者が必要です。呂不韋の声が冷徹に響く。そして、その指導者の即位には、正当な理由が必要なのです。燕倉の威信による反乱計画と、それを未然に防いだ若き王の手腕。長姫が補足する。これ以上の即位の理由があるでしょうか。真優は息を飲んだ。これほどまでの壮大な策謀、そして、そのために犠牲となった者たち、私の父も、その計画の一部だったのですね。長姫の表情が、一瞬だけ柔らかくなる。藩は、旗の未来を信じていました。だからこそ、私の計画に協力を。その時、宮中に騒がしい声が響き始めた。始まりましたか。呂不韋が窓の外を見やる。燕倉の威信たちが、ついに動き出したようです。それは、すべての計画が実を結ぶ時だった。数刻後、若き王、生は反乱計画を未然に防ぎ、見事な手腕を示してようようと宮中に戻った。そして、それは彼の実質的な即位の瞬間となった。歴史は、この日のことを単なる反乱の鎮圧として記録するだろう。しかし、その裏には、長姫と呂不韋による緻密な策謀があったのだ。時は流れ、生は始皇帝として即位し、旗の統一への歩みを進めていく。真優は相変わらず薬草園を完備しながら、時折、あの事件のことを思い返していた。いい日は密かに辺境へと送られ、新しい人生を歩み始めたという。父の残した報告書は、長姫の手によって闇に葬られた。そして呂不韋は、自身の野望を胸に秘めたまま、始皇帝を支え続けている。ある夕暮れ、薬草園で仕事を終えた真優は、ふと空を見上げた。父上、私たちは正しい選択をしたのでしょうか。返事はない。ただ、夕日に照らされた雲が、ゆっくりと流れていく。やがて、この事件も歴史の闇の中に消えていくのだろう。しかし、この瞬間を生きた者たちの思いは、
きっと永遠に薬草園の片隅に残り続けるに違いない。畑野と咸陽に夜の帳が静かに降りていった。